盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4004代目北谷隆一です。今回のテーマは適期でない時の植え替えです。現在今日が12月の初旬なんですけども、これぐらいだったら適期はそうですね、3月4月あたりが松盆栽に対しての適期は3月4月ぐらいなんですけども、今が12月で本当はね3月4月がいいんですけど、なんで今じゃあ植え替えする必要があるのかということなんですが、展示会とかそういう時なんかで言えばこういう、ダバチと言われるものからちょっときれいな鉢に植え替えて展示するとか、そういうのも一つの理由ですし、あと、3月4月に植え替えしますとその年黒松なんかでしたら芽切りができないんですよね。やっぱ植え替えて弱るんでかなり。ただ今この、だいたい11月12月ぐらいが割といい時期なんですが、適期じゃないにしても、その頃に植え替えておくと次3月から芽って大きくなっていくんですけど、まるまるこう芽がねしっかり大きくなる期間が長くなるんで芽切りができるという可能性が生まれます。必ずしもできるとは限らないんですが、できる可能性が生まれると。ただやっぱ適期でないんでね、植え替えするとなったらなるべくこの木なんかも結構葉っぱも長く強く芽も大きいんですけど、こういう元気な木の方が望ましいですね。はい。じゃあ早速この木を結構大きいダバチからこういう、上の丸のサイズはあんま変わらないんですけど、かなり底の浅い鉢に植え替えてみます。ただこの子にね底根があるとかなり厄介なんですけど、ちょっと開けてみないとわからないのでちょっとやってみます。はい、じゃあ鉢にこの底網をまず、設置します。で単に置いてたらもうすぐ動くんで針金で固定します。だいたい穴の大きさに合わせてこういうようなね形にして、で穴のへりギリギリに針金を刺して、で裏からキュッとここがグスグスにならないのでこうキュッとして止めると。結構皆さんここなんか丸く細工してね上手に止められる方おられますけど、そこまでせんでもこれぐらいで結構しっかり鉢止まってます。こんなもんで十分です。はい。あとはこの木が植え替えた後風とか持ち運びの時に揺れて倒れないようにその止める用の針金を入れておきます。この針金の太さはなかなかちょうどいいサイズって難しいんですけど、気持ちちょっとね太いぐらいの方が間違いないですね。細いんだとあまり意味がなくなっちゃうんで、太い針金でしっかり留めれるような感じの太さで、これも大体で裏から。これで鉢の、最初の
段取りは一旦終了と。でちょっとこれ横置いときます。でこの木を抜くんですが、前回留めてた針金をちゃんと切って、よいしょ、裏側もおっと、あら抜けない、抜けないよいしょ。だいたいこれでは多分抜けないんですね、なかなか。そういう場合はこの鉢のへりを引っかいて、鉢とこの根の部分に隙間を作ります。でちょっとおっと、これで OK で、よいしょ。で普段のその鉄器の植え替えだったらこの鉢をかなり必要最小限まで小さくするんですけども、今鉄器でないので、なるべく根は切って揃えるんじゃなくて、こうビロビロっとあんま切らずに長く置いとくような根の崩し方をしていきます。とはいえこの底のあたりはもうしょうがないんで、ここは結構しっかりと取っていきます。こっからがこういう根っこの周りの苔なんかもね、なるべくもう植え替える時は取った方がいいですね。これ畑からあげた黒松なんで結構泥もついてると思いますけど、そういうのももうこれもう3年か4年は経ってるんで、もう畑からすぐの時はつけとった方がいいんですが、もうそろそろしっかり取ってやってもいい頃合いです。なので泥がもしついてたら、そういう盆栽であればしっかり泥もね一緒に取ってやって、こういう大事な粘りの周りはあんまりガシガシじゃなくて、こういうお箸なんかの使い古しで
優しく取ってやった方が目を痛めなくていいです。この辺ね、泥がちょっと黒いのが泥なんですけど、こういうのはなるべく取ってやって、で普段よりかはちょっと優しく、根はなるべく傷めないような気持ちでちょっとずつ鉢を崩していきます。黒松強いんでね、きつくやってやれんことはないんですけど、適期じゃないんでね、すぐに根が出る時期でないので、今12月なんですけど、今頃だとだから無難にやるならこういう優しくやっていただいた方がいいかなと思います。黒松の植え替えなんかじゃあいつがいけないんだと言ったら、芽切りの作業があるんで、芽切りの前後なんかはあんまり植え替えには適してないかなとも思いますね。芽切りをしない子だったらあえて芽切りをせずに植え替えで芽の大きさとか葉っぱの長さを調整するのももしかしたらいけるかもしれません。またそのうちそういうそうですね、試験というか研究的なこともしてみたらいいかなとも思いますけど。この横の方はね大丈夫です。大事なのはこの周りなんで、この横の方のとこは少々荒っぽくても大丈夫です。ちょっとどれぐらいか試して、まだだいぶ大きいですねもうちょっと小さくします。さあもう一回です。もうちょっとかな。もうちょっとそこと
これ、この感じ見るとちょっとやっぱここの辺の根は切らないと入らないかなと。ただ見ていただいて分かるようにしっかり数があるので、こんだけ数が揃っていれば少々ポイントぐらいは切っても大丈夫かなとは思います。よいしょ。そうですね。もうだいぶ。あとは植え付け角度。こう見ると植え付け角度が今ちょっとこうする必要がありそうです。となると後ろがちょっと出るので前の底をちょっと切ります。本当は優しい植え替えをしたかったのですが、だんだんちょっといざ開けてみると掘り上げてみるときつい植え替えになっちゃいそうな感じがしてきました。大丈夫とは思うんですけど、なるべくねこういう余り根は切りすぎたくない時期ではあるんですが、しょうがないということで。鉢の中に長くおる子はねこういうことが割と少ないんですけど、まだ畑から上げて 3,4 年なんでやっぱちょっと根が粗いとこはありますね。こういうね泥が多いとやっぱりちょっと粗い根ができやすいですね。こういう小ぶ切りっていうんですけど、こういうのでこうでそこのねビロビロした根はなるべく置いときたいんですけどそこの根はね少々切っても大丈夫です。横の方の根がしっかり生きとってくれたらきれいな。こう泥がありますわね。本当は全部取りたいとこですけど、時期が悪いんで、また今度ということで。こんな感じでちょっと植える時は角度を前に倒して、で後ろがちょっと持ち上がるんですけど、ここは後で水苔なんかを
張ってやったら守ることができます。理想を言うとこの鉢入るも入るんですけど、もうちょい深かったらなお良かったかなというような感じにはなっちゃいました。でこの底の砂はちょっと粗めの砂を軽く引いて、あんまり引くと持ち上がっちゃうんで、軽めで。でこれが赤玉と、川砂を配合した砂ですね。赤玉が3、4割ぐらいで、砂が6割7割ぐらいで。こっち、こう植えるんでちょっとこっちに砂を多めに置いてます。よいしょ。で春なんかこのビロビロしたね全部切ってもいいんですけど、今は12月なんであえて残します。そうですね、こんなもんかな。しっかりここで角度が合ってるかどうか確認してから、でちょっとこうグスグスと隙間がなくなるようにこうグスグスっとめり込ますというか、しっかりなんて言うんでしょうね、しっかり植え込むというようなそういう作業をして、であとはよく止まりそうな場所、なるべく根が傷つかないような場所で針金を止めますが、なるべく正面に針金が来ない方がいいですね。見えない方が。ちょっと仮でいろいろどこがいいかななんて探しながらやれば。ちょっと後ろがもうちょっと。で針金はこうねじっていくんですけども、単にねじるだけじゃなくて引っ張ってねじる、引っ張ってねじるで止まっていきます。でやりすぎると切れるんで、ほどほどに。引っ張ってねじる、引っ張ってねじると。で、これであんまり揺れなくなったら OK です。で引っかからないようにちょっと叩いて埋めときます。でこれで動かなくなりました。これ動かなくしておくと風で揺れたりして根が傷ついて傷むみたいなことがなくなります。であとは砂を入れていって、でこれでさらに砂と根の間隙間ができないようにこうグスグスと、こういう木の棒、お箸みたいなのでも何でもいいんですけど、こういう使い方ができたらどんな道具でも大丈夫です。
やってることはもう春の植え替えとさほど変わりはないんですが、気持ち優しくする程度で、もうとにかく黒松なんかはもうこんだけ元気が良かったらそうは枯れないんでね、少々植え替えしたところで。これである程度砂が行き渡ったと思ったら、砂を鳴らしてやってこうトントンと、で砂がだいぶしっかり入ってきたら、最後手でトントントンと叩いて、さらに隙間がないようにしてから、とりあえずは植え込むのはこれで完成ということで、はい、そうですね。これであとはちょっと水をやって、この用土の汚れとかを取り除いて仕上げとします。じゃあちょっと水をかけてみます。優しくね、ふわーっと。あんまり強くかけすぎたら砂がえぐれちゃうんで、優しく。今これ茶色い汚れが見えますでしょうか。こういうのがねしっかり取っといてやったら、水はけのいいきれいないい状態になりますね。こんなもんですかね。はい。はい。こんな感じで、あまりすごくいい木ではないんですけど、さっきのダバチに入っとるよりかは綺麗にはなりますね。やっぱ小さい鉢に植え替えると、綺麗な鉢に植え替えるとね。これでこの子が次今元気なんで、多少植え替えで元気が抑制されたとしても、次芽切りができるような感じになるんではないかなと予想されます。はい。基本的な植え替えはもう春も冬も一緒ですが、どれだけ強く深く切れるか切れないかという、それぐらいの差ですね。はい。なるべくでも皆さんは、3月4月頃、あとこれ黒松なんですけども、黒松はもともと強いんでこういうことやりやすいです。五葉松なんかはちょっとデリケートなところがあるんで、あんまり五葉松はいろんな時期、試してみられるのはいいんですけど、ちょっと弱いところがあるんで、なるべくこういうことするのは黒松とかの方がいいかもしれませんね。五葉松でするならするでもっとこう優しく、ほんでなるべく大きい鉢から小さい鉢じゃなくて、同じような鉢のサイズでゆったりとしてあげる方がいいですね。黒松だったら今日のぐらいもうしっかりね切ってもいけます。はい、今日は以上です。盆栽からしたらもったいない高松の盆栽北谷養成4代目北谷隆一でした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。